ヌーア・イアダット・カーンは決死の逃亡中です。連合国側のスパイとして投獄されていた彼女はねじ回しのおかげで他の囚人2人とパリの星空の下に戻ってきました。走り始めた時、ここまでの出来事が走馬灯のように頭をよぎりました。1914年にインド系ムスリムの父とアメリカ人の母の間にモスクワで生まれ、平和な家庭で育ちました。両親はスーフィーの平和主義者で音楽と思いやりを信じていました。一家はパリに移住。ヌーアは児童心理学を学び児童書を出版しました。しかし第二次世界大戦とともに全てが一変します。1940年5月にドイツ軍のパリ占領を目前にしてヌーアと弟は難しい選択を迫られました。2人は平和主義者として非暴力的な解決を信じていましたが、ヨーロッパを席巻する荒廃を目にして傍観しないと決心したのです。ヌーアは英国に渡り、婦人補助空軍に志願して無線通信士の訓練を受けました。無線通信とモールス信号に集中していた彼女は秘密組織に観察されていたとは気がつきませんでした。ナチス占領下の国にいるドイツ軍の破壊工作を目的として特殊作戦執行部が設立され、無線通信士として訓練を受け、パリを熟知しフランス語が巧みなヌーアは魅力的な新兵でした。面接では無線通信が諜報分野の中でも最も危険な任務だと警告されました。通信士は敵の陣地で目立つ送信機を運び、敵に捕まれば諜報機関が彼女を守ることはありません。ヌーアは任務を即座に引き受けました。平和主義者の原理を守ることを決意しながら、ヌーアはスパイとしての技術を学ぶ必要がありました。諜報ネットワークへの連絡や海上方法、尋問に耐える方法や射撃を学びました。1943年6月にパリの南アンジェに降り立ち、偽のパスポートとピストル、わずかな所持金を武器にパリへ向かったのです。しかし諜報ネットワークは崩壊し、任務開始後の数週間で仲間のスパイは全員逮捕され、ヌーアも呼び戻されましたが、上官を説得してとどまります。これは無線通信士6人分の活動を1人でこなすということでした。その後数ヶ月間、フランスのレジスタンスを追跡して物資を届け、ナチスの活動をロンドンに報告し、連合軍に安全な通行路を手配しました。この活動はフランスのレジスタンスと連合軍のネットワークを築き、最終的には戦争の終結のために不可欠でした。彼女の転機とカリスマ性は何度もうまく尋問を交わしました。列車内でのゲシュタポの検問時、映写機として説明してみせ、アンテナの設置を疑われた際はラジオ音楽の愛好家を装い、相手にケーブルの設置を手伝わせたほどです。4ヶ月間の任務で冴えた基地と潜伏活動により失敗のなかった彼女は、自身の魅力への嫉妬が命取りとなったのです。1943年10月、ヌーアを愛していた諜報員に焦がれた同僚の姉妹がゲシュタポに居場所を売り渡したのです。ヌーアはどんな情報提供も拒み、逃亡に集中しました。看守からねじ回しをこっそりと盗み出し、天窓を外して夜間に脱出したのです。しかし囚人たちが逃げ出そうとした時、空襲警報が鳴り、追跡者に気づかれ再び捕まえられたヌーアはドイツの収容所に送られ、その後ダッハウ強制収容所に移送されました。拷問を受け、自由を奪われ、孤独でもヌーアは秘密を守り抜きました。処刑の前には自由をと叫んだそうです。その尊い犠牲により、ヌーアは前線で秘密裏に戦った英雄と称えられています。誰も傷つけず自由への道を開いたのです。歴史がお好きな方はぜひチャンネル登録をお願いします。ジュリアス・シーザーに対する陰謀からバナナの暗い歴史まで、毎週様々なアニメーションを公開しています。